こんにちは。虎の本音、ジャパニュースチャンネルです。今回の話題のニュースはこちらになります。その前にぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。本日の話題はこちらです。立民辻元清美氏。大阪にカジノはいらん。日本にカジノはいらん。国政選挙に出るんじゃなかったの。大阪のカジノのことは大阪府の仕事でしょ。参議院選やめて府議選に出たら、今回は引き辻元清美氏。大阪にカジノはいらん。日本にカジノ入らん。維新の本拠地大阪で街頭演説をお届けします。記事は日刊スポーツからです。立憲民主党の前副代表で、今夏の参院選に同党の比例代表で出馬予定の辻元清美前衆院議員60人と立憲民主党最高顧問の菅直人元首相75、10、29日、日本維新の会の本拠地大阪で街頭演説した。天満駅前でマイクを握った辻元氏は、大阪府と大阪市が誘致を進めるカジノを含む統合型リゾート施設をめぐり、誘致の是非を問う住民投票条例制定に賛同する署名が府への直接請求に必要な数を上回ったことを受け、町長に大阪にカジノはいらん、日本にカジノはいらんと訴えた。辻元氏は昨年10月の衆院選に大阪塾から出場したが、日本維新の会新人に敗れ、比例復活もできなかった。維新をことせすぎたら飽きまへん負け惜しみを言っているちゃうと危機感を示し、維新は身を切る改革と言ってきたけど、何がやりたいのかはっきりしてきた。維新のやりたいこと、カジノイソ人格シャリングの7に核武装、こういう声を聞きましたと十鬼節を炸裂させた。以上が記事の内容でした。何度も言われていることだと思いますが、日本にカジノが入らないというのなら、まずか進行を禁止しましょうよ。パチンコのことは言わずに、ギャンブル依存症が増えるとか、治安が悪くなるとか言われても、何も響いてきませんよ。むしろカジノを作って、すべてのパチンコ屋を潰した方がギャンブル依存症も減り、治安も良くなるんじゃないですか。おまけに脱税して北朝鮮に送金されて核ミサイル開発の資金になることもなくなる。いいことずくめじゃないですか。それにカジノと言いますが、統合型リゾートでカジノ以外のエンターテイメント施設の方が多いでしょう。私はカジノには興味ないですけど、行ってみたいです。なんだか楽しそうじゃないですか。まあとにかく日本にカジノはいらないというのなら、まずパチンコ廃止を訴えたらもっと賛同が得られると思いますよ。でもそれは絶対に言わないでしょう。それではこの記事に対する日本のネットの反応を見てみましょう。個人的には旧民主党系の政治家、すべてを肯定しないで生きてるけど、できるだけ客観的に見て、最近の彼らの発言は、反自民の受け皿にはなり得ないことが多い、と思う自民党に反発する人だからといって、自民党の逆を正しいと思うわけではない。もしかしたらゴールは同じでも方法が違って反発する人が多いのかもしれない。でも最近の彼らは憲法、その他の点で自民党の目指すものと違うところをゴールにしていると言いまくっている。だから支持率が上がらないと考えたら納得できた。私は日本の核武装に賛成です。ウクライナとロシアの戦争で日本が攻められた時にアメリカが守ってくれるか怪しいと思うからです。ウクライナと日本の状況は何ら変わらないと思います。窮状があれば大丈夫とかいうざれ言はやめてロシア、中国などから攻められた時に日本の土を守るかをもっと真剣に考えるべきと思います。漢字のもこれからの日本は円安を利用してインバウンドを取り込まなければますます経済が衰退してしまうでしょうから良いと思います。
私は参議院選挙では維新に投票します。何でも反対の足を引っ張ることしかしない。野党には退場してもらわないと、日本が滅ぶと思います。核武装には大賛成というか持たなあかんやろ。核を持つことにより、中国や北朝鮮、ロシア、どの国から侵略される可能性が、ほぼなくなるのなら持つべきだと思う。綺麗事言うても侵略されたら、通常兵器と呼ばれる人殺しの道具で相手を殺すことになるんやし、核を持つことによって、その通常兵器を使って相手を殺す機会がなくなるのなら、近代兵器は他にない。もちろん厳重に管理する必要はあるが、世界中の国が核兵器を持つことにより、国家間の戦争がなくなるのなら、みんなで核兵器を持つこともありだと思う。カジノを含む事業は、土壌汚染や建築費が予測を上回りそうなデメリットもあるが、大阪の財政を潤すには、それなりに挑戦もしていかなきゃいけない気がする。私は期待の方が大きい。反対するなら違う方法で税収を増やす考えでもあるのかな。多分考える傷がなくてやっぱり半襟の方でしょうね。ギャンブル依存症は考えなくていい感じのがなくても、競馬競輪パチンコもあるし、ネットでもできる時代感じなを作ったから、依存性が増えるのは違うかなと思うと、グランデを誘致みたいだし、大阪にもラスベガスのようなエンターテインメント性の高いホテルができてほしい。いろいろなところで言われていると思うけどは、地方自治体が議会の同様を言いながら進めてきたこと、反対はその地方の議会がやる。和歌山も横浜も地方が判断して否決した。国政選挙の材料にならないし、国会議員が地方の自治を踏み潰すと変わってはならない。そも辻元さんが通ったとして、大阪の中止にできる権利が得られるのか。なんとかの一つ覚えのように、九条聖域のように言ってるけど、僕は日本こそが核を持つべきだと思います。だって日本以外に、自分たちが核で被害を受けた国民はいないからです。日本こそがどうやって効果的に核武装をするかの見本を見せられると思います。野党は簡単に言えば、自国の政府より他国の政府を信用するとも柄ですから、話にならない。以上、日本のネットの反応でした。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。